ファイナルファンタジー7に回帰して、リメイク作品を作ろうとしたきっかけなんですけども、2012年に、FF の25周年っていう5周年展っていう記念の会があって終了したっていうちょうどいいタイミングだったので、その後のファイナルファンタジーを考えた時に、その残り自分が、何を制作できるかっていうのを考えた時に、常に頭の中に残っていたファイナルファンタジー7っていうのを、着手しようという、きっかけですね。リメイクをね制作する際に、誰に話したかということと、その時どんな反応だったっていうことなんですけども、ちょっと昔のことなので記憶曖昧なんですけども、最初に話したのはやっぱり当時の原作のプロデューサーだった橋本さんと、原作のやっぱキャラクターデザイナーの小村哲也に、話しました。リアクションはやっぱりマジかっていうような感じのリアクションだったと思うんですけども、それぞれ3人ともやっぱりそのセブンに対しては思い入れありますので、思い入れあるし、またリメイク作を作りたいっていう気持ちもあったので、すんなりと受け入れてもらいました。今回一番気を使ってた部分はオリジナルのファンの方とで、やっぱりそれから20年以上時が経ってるので新規の方もかなり多いだろうと。ですから昔からのファンの方と新しく今回セブンを遊ばれる方、この双方にバランスよく、楽しんでもらえるものを提供しなきゃなというところが一番気を使ってたところです。そうですね、今作って私北瀬の方からこのゲームを作る上で言われているのが、最初に言われたのが、FF7 を原作やっていたユーザーが懐かしく、新しいっていうところと、もう一つ今まで FF7 をやったこともないユーザーっていうのがでもクラウドとかセフィロスっていう名前だけはいろんなところに出てるので、知っているっていうユーザーに FF7 っていうのはこういうものなんだっていうものを伝えてほしいっていうのを私は受け取ってて。セブンの設定っていうのは星の中に生命エネルギー、ライフストリームっていう生命エネルギーがありまして、シンラという企業はその星の生命エネルギーを魔法という形で吸い出してエネルギーとしてガンガン消費している企業という設定です。ストーリーの最初の方の舞台になるミッドガルっていう大きな町があるんですけども、シンラカンパニーが30年ぐらいかけて作った鋼鉄の都市です。非常に高層の都市でしてね、上の方にプレートと呼ばれてる比較的裕福な人たちが住んでる層があって、下はスラムという貧しい人たちが住んでるエリアがあって、格差を絵に描いたようなそういう社会ですね。それは当時作った23年前に作った設定であるんですけど、今の時代にもある意味通用する、世界観、世相を反映した世界観になってるんですけども、そこに危機感を感じた、アバランチという組織がその生命を吸い取るシンラという企業に対して抵抗していく物語っていうのがベースとなっています。シンラカンパニーが、独占している星のエネルギーをもっとなんていうのかな、自分たちに、の自然な形に戻そうというのがアバランチの思想なんですけれども、アバランチのあるマコーロ爆破作戦に参加してもらうためにクラウドを雇って、元ソルジャーのクラウドを雇って、ストーリーが始まっていきます。今回ね FF7 リメイクがその原作でいうところのどこのエリア、どこのストーリーまで描いているかという部分なんですけども、いわゆる原作でも印象的だった一番魔航路の爆破のシーンから始まりまして、ミッドガルのさまざまな側面を描いて、ミッドガルを脱出するとこまでを今作で描いています。今回作るにあたり
プレイ動画まあ上がってるプレイ動画とかも含め実況動画とかかなり見たんですけど、そうですね、9時間から11時間ぐらいが一番多かったのかな。ミッドガルの部分だけを見てると、自分が思ってたよりスムーズな感じがしたんですよね。スムーズに進行していくなっていうのを感じて、もっとなんかまあやれる余地っていうのはいくつもあるなとは思いながら見てまして、スラムはかなり移動はしてるんですけど、ミッドガルの上をそんなに使ってないなという感じですね。もっと使えばよかったな。まあ当然その後またミッドガル戻った時にまたその最初とは違うイベントがあるんですけど、序盤でもっと上が見られたらいいのになとは思ったんですが、そういう昔プレイした時にもうちょっとここを見てみたかったなってところにもうちょっと手が届くようになるといいなという、そこに見えてる施設に入りたいとかビル入りたいとかっていう欲は増えていくものだと思うので、ただ当時よりはミッドガルを感じられるものになってるとは思うので、まあ背景だけではなくてそこにさっきも言った通りその住人たちとか、もちろん仲間のアバランチのメンバーとかっていうのがやっぱりこう厚みがあるキャラクターになっているので、よりそこの生活を感じられるかなとは思ってます。そこをこうちゃんと今の時代にFF7 っていうすごくファンが多いIP に対してユーザーにちゃんとしたものを作るためには、もうそのミッドガルを一本を描くだけでもものすごいボリュームで、もう本当に FF のナンバリングと同じ規模のプレイボリューム感があるので、よく一部ユーザーでもミッドガルまでだけなんだみたいな声は聞くんですけども、全然この一本だけで十分にユーザーに我々の伝えたいものとか FF7 の魅力っていうものがもう十分に入っているので、しかもですね、もうデザイナー含めてものすごく作り込んでいるので、ディスクもやっぱブルーレイ1枚じゃ入らなくて、もう2枚組で作るぐらいの、そのぐらいのボリューム感で作っているので、ミッドガル脱出までっていうところでは何も不安に感じていただく必要はないかなというのは思いながら私は作ってます。今回オープニングでそのミッドガルの前景が現れる映像を一度見ちゃうと、過去のミッドガルの前景がすごいスカスカに見えてくるぐらい、今回すごい密度が高くなっているので、相当まだやれる余地があったんだなというのは見て思ったんですが、そこに今回7のリメイクでも歩ける、全部がいけるわけではないですけど、いける範囲は広がってはいるので、そこに登場する、キャラクターとか住人たちっていうのも、かなり濃く描かれてはいますので、おそらく過去に感じたミッドガルの印象より没入感のある描かれ方になってるんじゃないかなと思います。新しい今回7を触られる方を考えたら、昨今のゲームやはりアクションが主流になっているっていうところがあり、でもう一つ7の世界観を一番楽しむには臨場感をいかに高めるかっていうところがあって、それにはどうしてもリアルタイムの操作っていうのは必須だろうと。だから第一にリアルタイムでアクションさせるっていうのが第一課題というかありまして、ただ、ファイナルファンタジー全般でいうと数値とゲージの管理、これも必須、これがあって、FF だと自分は思っているので、
さらにこうセブンでいうと ATB バトルっていうのがあって、そのマテリアを使って ATB を使ってっていうところのセブンらしさで、この FF らしさ、セブンらしさと今のこのゲームの流れ、そのリアルタイムでアクションっていうところ、これらこう全てをミックスして一番こうバランスよく、これもまたバランスなんですけど着地させるっていうところがコンセプトです。今回のバトルシステムってアクションバトルとコマンドバトルっていうのがこう融合したバトルシステムになってるんですけど、決してアクションバトルが作りたくて今のバトルになったわけではなくて、 ATB バトルっていうこう FF ならではのバトルシステムっていうのを今の時代に合わせてみたらどういう風になるんだろうっていう発想から、こうそうするとやっぱりよりこうセパレートされているよりかはこうシームレスにやっぱりつながる方がいいので、やっぱりそうするとよりアクションっぽくこうゲームスタイルが変わってくる方がやっぱり今風だけど ATB のこう良さっていうのは残したいので、やっぱり ATB とこうアクションバトルっていうのをどういうふうに融合するかっていうところがやっぱすごく最初のこう難題というわけではないんですけど、そこにこだわって作ったバトルシステムですね。過去作のものをリメイクするっていう上で、当然過去にあった要素っていうのは、ユーザーの方たちが体感できるようにしないといけないかなと思うので、それをどういった形で組み込めば遊びの体感を失わずに気持ちよくはまるかっていうところを考えた結果、自然と過去の要素っていうのを用いるようになったっていうところになります。今作においてはもちろん現代なので、現代のゲームシーンって比較的こうなんだろうな、アクションの手触り感、フィーリングがやっぱり主流になってる中で、いかにその原作のコマンドベースのファンと現代のこうアクションベースのファンをこう両方満足させられるかっていうのは非常に大きなテーマになっていました。アクションって言っても一言で言ってもかなりいろんな要素があると思うんですけど、例えば、単純にカメラを自由に動かして、その中でプレイヤーキャラクターも自由に動かせるっていう要素だったりとか、ボタンを押したら攻撃が出るだったりとか、あとはタイミング系の瞬発力が求められる要素だったりとか、そういったいろんなアクション要素がある中で、どこまでをアクション要素として取り入れて、その上で過去の ATB システムっていうのをどのぐらいの割合で取り入れるっていうのが、一番面白く気持ちよくなるかっていうところは、一番苦労してて、実際ずっと悩んで、それこそその敵1体作るにしても、この敵はどれぐらいの割合でそういうのを作っていこうかっていうのは結構ずっと作りながら、悩んでいたところですね。重きを置いて作ったのは、アクションと、コマンド戦略性っていうところの二軸があったと思うんですけど、重きを置いたのはやはりその原作からあったコマンドと戦略性の部分で、アクション面っていうのはどちらかというとこう躍動感を出すためだったりとか、臨場感を出すためだったりっていうのに、うまく利用できないかなっていうのと、システム的にそのコマンドの方の要素に通じるような、その最初のステップとして用意したので、すごく簡単な操作でアクション部分を楽しみながら、頭を使う部分の大多数はコマンドの方の選択に使ってもらえるような形を目指して作りました。当時はですね、やはりそのグラフィックに対してついている音楽は内蔵音源というものでなっていたんですが、やはりハードの制約を受けていたことにより表現を、抑えなければいけない部分があったりとかしたんですが、今回ハードの性能が圧倒的に上がったことにより、グラフィックの表現、カットシーンでの表現力が上がったので、音楽の方もそれに合わせる形で表現力をアップさせました。今回、新しいシーンに対して、新しいアレンジだったりとか新規の、テーマとかを当てたりしているんですが、原作のですね音楽がとても素晴らしかったので、新しいシーンに対して、新しいアレンジ、新しいテーマを当てるっていうのはだいぶプレッシャーがかかる部分ではあったんですが、やはりそこは、今回絵の表現力だったりとか、あと一番大きいのはですね、昔いなかったダイアログ、セリフが入ったことが大きくてですね。近年やっぱり世界中見ても割とインタラクティブミュージック、状況によってこう音楽が
切り替わって、っていう演出っていうのが結構多くなってきてる。セブンリメイクも他でもなくやはりそこを取り入れてます。であるシーンとかでしたら3バージョンある曲でテンポが全部一緒、構成が全部一緒、メロディーが入る場所が全部一緒、ただアレンジが全て違う。で3本同時になっててこう、クロスフェードさせて、自由に切り替わるっていう演出をしてるんですけど、何ですかね、すごく上手な DJ プレイみたいな感じですね。なだらかにこう、場面の展開に、それぞれ寄り添ったその、楽曲を、シームレスでこうつなげていくということで、感情の、起伏の高い盛り上がるところは、そういう音楽が好きで、そこから急にこう静かになったりするところはこう無理なくこう自然にこう、プレイヤーとそして映像シーンの、その、イメージにこううまく寄り添った展開ができるようになっているので、やはりですね、原作が好きだった方もたくさんいると思うんですが、今回リメイクを通して新しくこの「ファイナルファンタジー7」に触れていただく皆様も多いと思いますので、その新しく今回「ファイナルファンタジー7」の音楽を聴いていただいた時に「ファイナルファンタジー7」の音楽ってやっぱりかっこいいなって思っていただいて、で、今回の触れていただいたきっかけにまた昔の「ファイナルファンタジー7」の音楽にもまた触れていただいて、昔の音楽もすごい良かった、両方良かったって言っていただけるように、思っていただけるように、考えて意識して作りました。ファイナルファンタジー7リメイクで、意図したことということなんですけど、意図したことっていう答えになるかどうかわからないですけども、やっぱその最初に、リメイクを制作するというのをこう伝えた時にやっぱり一番最初に思いがあった、それで最後までそのコンセプトになっているのがセブンの原作の続編のアドベント・チルドレンで表現したグラフィックス、グラフィックスのクオリティのクラウドで、しっかりと原作をプレイしたいっていう思いが、みんなさっき僕と、橋本さんと、野村哲也3人にありましたので、そこを実現したいっていう思いが強かったですね。AC でリアルなセブンの世界観っていうのは一度構築はしたんで、なんとなく AC は芯にはなるんですが、やはり AC からも10年近く経ってるので、皆さんの記憶では AC すごいリアルだったっていうふうに思ってるかもしれないですけど、当然オリジナルのセブンからはリアルにはなってるんですけど、今のこう流れからするとそこまでリアルではない。なので、今の流れに合ったリアルさ、ただ本当にまんま人間のように作ってしまうと、おそらくセブンっぽさっていうのはなくなってしまうので、そのギリギリ、AC の頃もギリギリでやったんですが、それが10年ぐらい経って今の技術のギリギリのところの落としどころっていうのが今回のリメイク版のモデルかなと思います。原作の世界が現実にあったらというのがテーマでしたので、当時は想像に任せていた細部や画面外の部分に対して説得性のあるディテールを考察して作り込みました。ミッドガルは閉じられた街ですが、そこに生きている人々や駆け抜ける主人公たちのドラマを一緒に体験していただくことで、ミッドガルが本当に存在しているように感じていただけるように一生懸命作りました。今回のセブンリメイクが現代のプレイヤーにどういう意味を持つかですけれども、やっぱりその元々の「ファイナルファンタジー7」のオリジナルっていうのが当時3D のゲーム 3D の RPG ゲームとしてすごく画期的なものだったし、それただビジュアルだけの話ではなく、やっぱりストーリーもバトルシステムも含めて新しい体験ができたものだったと思います。ですから今回もそのセブンリメイクを作るにあたって、同じように体験できるもの、新しいRPG の始まりになるようなものを作ろうとして、プロジェクトをスタートしています。
例えば10や13を作る時は FF のナンバリングを作るっていうのはすごく大事なことなんですけども、今回本当に「ファイナルファンタジー7リメイク」はそれと同じ気持ちでもう一度「ファイナルファンタジー7」をしっかりとファイナルファンタジーの最新のファイナルファンタジーとして、再創造するっていうことをテーマに作っています。なのでぜひご期待ください。こう遊んだ感が十分ある内容にはなってると思います。で、初めて遊ぶ方にとってはおそらくこの先続きがすごい楽しみになる作りになってると思いますが、それはけどファンの方も昔からの先は気になる、いや知ってるよって思うかもしれないですけど、絶対気になる形には仕上がってるはずなので、まあいろいろ心配もあるかもしれないですけど、満足していただける出来にはなってるとは思います。ぜひ触れてみていただければと